真田は日の本一の強者。これはある武将が敵であるはずの男に送った最大の賛辞です。その男の名は真田左衛門佐の武重。後世に雪村の名で知られる戦国最後の英雄です。皆さんこんにちは。本日のテーマは戦国時代の終焉を告げる壮絶な戦い、大坂夏の陣です。なぜ豊臣家は滅びなければならなかったのか。そして敗軍の将でありながらなぜ真田の武重は今なおヒーローとして語り継がれるのか。今回は両軍の緻密な布陣を徹底解説しながら信繁が燃え尽きるまでの最後の一日に迫ります。彼が日の本一の強者と呼ばれた理由、その全てがここにあります。慶長19年1614年、大阪冬の陣。真田の武重が築いた出城、真田丸の活躍もあり、豊臣方は徳川の大軍を相手に善戦しました。しかし、膠着状態を打開するため、徳川家康は巧みな交渉で和睦を結びます。その和睦の条件は、大阪城本丸以外の二の丸三の丸を破壊し、外堀を埋めるというものでした。豊臣方はこれを受け入れますが、これが家康の巧妙な罠でした。徳川方は約束の範囲を超え、内堀まで埋め立て、城壁や櫓までも徹底的に破壊。かつて難攻不落を誇った大阪城は、わずかな期間で防御能力を完全に失い、本丸だけが残る裸の城へと姿を変えてしまったのです。この時点で豊臣方の敗北はほぼ決定的でした。籠城戦という最大の武器を失ったのですから。家康はさらに追い打ちをかけます。城内にいる浪人たちを全員解雇せよ。それが嫌なら豊臣家は大阪城を出て大和か伊勢へ移れと。これは事実上の降伏勧告です。浪人たちを解雇すれば戦力を失い、違法を受け入れれば豊かだった豊臣の財源も失う。どちらを選んでも豊臣家は緩やかに滅びるしかありませんでした。豊臣家の重臣、大野春長は苦悩します。しかし、城内に集った浪人たちは主戦論を叫びます。家康に騙されたまま終わるなど、武士の恥、と。もはや退路は断たれました。豊臣方は城から打って出て徳川の大軍と野戦で決着をつけるという無謀とも言える道を選択します。慶長20年1615年5月、大阪夏の陣の火蓋が切られようとしていました。決戦の地は大阪城の南、上町大地、天王寺、岡山口方面です。両軍合わせて20万以上が激突する、まさに天下分け目の戦い。その布陣を見ていきましょう。まず、圧倒的な兵力を誇る徳川軍。総大将は、もちろん、徳川家康。そして二大将軍、徳川秀忠です。軍勢を大きく二手に分け、豊臣方を包囲し殲滅する、核翼の陣に近い形で展開しました。主戦場となる天王寺口、その最前線、大和路方面軍の先鋒を任されたのは、家康の孫、松平忠直率いる越前勢1万5000。若く、血気盛んな猛将です。その後方には、榊原康勝、酒井家継といった徳川不代の精鋭が固めます。そして、この天王寺口軍全体の総指揮を取る徳川家康の本陣は、その後方に置かれました。もう一方の岡山口、こちらには、加賀百万石の前田利常、徳川四天王、井伊直政の後を継いだ井伊直孝、築城の名手、東堂高虎といった歴戦の猛者たちが布陣。そして、その後方には、徳川秀忠が2万以上の大軍を率いて本陣を構え、盤石の体制を敷いています。徳川軍の布陣は、まさに王者の戦い方です。兵力の優位を最大限に生かし、豊臣軍を正面から押しつぶすという強い意志が見えます。特に家康と秀忠がそれぞれ大軍を率いて後方に控え、前線の将兵に我々がついているから安心して戦えという無言の圧力をかけている。将兵の士気は非常に高かったでしょう。対する豊臣軍、兵力は徳川軍のわずか3分の1。絶望的な兵力差です。彼らに残された道は一点集中突破しかありませんでした。豊臣方も主力を天王寺口に集中させます。その最前線、かつて大阪冬の陣で家康が本陣を置いた因縁の地、茶臼山。ここに陣取ったのが我らが主人公、真田信繁です。信繁が率いる兵はわずか3500。しかし、その部隊は武具から旗差し物まで全てを赤で染め上げた真田の赤備えで統一されていました。
赤は戦場で目立ち敵の的になりやすい。それをあえて用いるのは武田信玄の精鋭部隊赤備えを受け継ぐ誇りと、そして何より我一歩も引かずという決死の覚悟の表れでした。信繁の東隣には同じく豊臣方の猛将毛利勝長が約4000の兵で布陣。彼らが豊臣方の攻撃の核となります。そしてこれらの部隊の護詰めとして総大昇格の大野春長らが控えます。信繁が茶臼山に陣取ったことには明確な意図があります。ここは小高い丘になっており、戦場全体を見渡せるだけでなく、真正面に徳川方の松平忠直隊、そしてその奥にいる家康の本陣を一直線に見据えることができるのです。信繁の狙いは最初からただ一つ、徳川家康の首。そのための最短ルート上に彼は最後の陣を敷いたのです。慶長20年5月7日正午、ついに運命の時が来ました。先端を開いたのは徳川方の先鋒本田忠友。徳川四天王本田忠勝の息子です。彼は父に劣らぬ手柄を立てようと毛利勝長隊に猛然と突撃します。しかし毛利勝長もまた歴戦の勇士。巧みな指揮で本田隊をいなし、逆に猛反撃を開始。この戦いで本田忠友はあえなく討ち死に。徳川方の先鋒はいきなり大将を失い混乱に陥ります。この好機を茶臼山の信繁が見逃すはずがありませんでした。時は来た。全軍我に続け。狙うは家康の首ただ一つ。真田隊3500が一斉に茶臼山を駆け下ります。目標は正面にいる松平忠直の越前勢1万5000。兵力差は4倍以上。常識で考えれば無謀極まりない正面突撃。しかし赤備えの軍団はまるで一つの巨大な生き物のように統率され、凄まじい勢いで徳川軍に襲いかかりました。真田の赤鬼じゃ。やられるぞ。逃げろ。これは本当に信じられない光景だったでしょう。普通、貨幣で大軍に挑むなら側面を突くなどの奇策を用います。しかし信繁はあえて正面から徳川軍の中でも最強クラスの精鋭部隊に突撃しました。これは、小細工は不要。我らの武勇、徳と見よ。という絶対的な自信と覚悟の表れです。越前兵たちは向かってくる赤鬼の集団に心底恐怖したはずです。真田隊の鬼気迫る突撃は数に勝る松平隊の陣形を中央から見事に切り裂きます。そして混乱する松平隊を尻目に信繁はさらに奥深くへと突き進みます。目標はただ一点、家康の本陣。真田隊は家康本陣を守る旗本衆に到達。これも蹴散らし、本陣はパニック状態に陥ります。息つく間もなく信繁は部隊を立て直し、再び突撃を敢行。この攻撃でついに徳川家康の馬印が倒されます。これは総大将が討たれたか危機的状況にあることを意味します。徳川本陣は大混乱に陥り、将兵は我先にと逃げ惑いました。そして運命の第3波。信繁は残った手勢を率いて最後の突撃を仕掛けます。その刃はついに家康の目前まで迫りました。伝承によればこの時家康は死を覚悟し2度も自害しようとしたといいます。もはやこれまでか。腹を切る、解釈をせよ。殿。なりませぬ、お逃げくだされ。この信繁の獅子奮陣の戦いぶりは戦場にいた全ての武将の目に焼き付きました。遠く離れた場所で戦況を見ていた薩摩の島津忠常は国元への手紙にこう書き記しています。真田日本一の強者、古よりの物語にもこれなきよし。徳川方、半分負け。真田は日本一の強者だ。昔の物語にもこれほどの猛者はいない。この時点で徳川方は半分負けていた。敵将にここまで言わしめたのです。この瞬間、真田信繁はまさに伝説となりました。しかし、奇跡は長くは続きませんでした。家康をあと一歩まで追い詰めながらも、徳川方の圧倒的な物量の前に、真田隊はついに力尽きます。数で勝る徳川軍は混乱から立ち直り、各所から増援が家康本陣に殺到。信繁の周りを幾重にも取り囲みます。度重なる突撃で真田隊はほぼ壊滅。信繁自身も全身に傷を負い、もはや刀を振るう力も残っていませんでした。信繁はわずかな友回りとともに戦場を離脱。
大阪城へではなく、近くの安井神社の境内へと向かいました。神社の松の木の下で、甲冑を脱ぎ、疲れ果てた体を休めていた信繁。そこに、一人の徳川兵が通りかかります。松平忠直の鉄砲組に所属する、西尾宗次という男でした。彼は、目の前にいるのが、徳川家康を恐怖のどん底に陥れた、真田信繁その人だとは気づきません。しかし、その立派な甲冑を見て、巧妙な武将であることは察しました。宗次が槍を構えると、信繁は静かに顔を上げ、こう言ったと伝えられています。我は真田左衛門の助信繁なり。汝、我の首を取って手柄にせよ。抵抗することなく、潔くその首を差し出した信繁。享年49。燃え盛る、炎のように激しく生きた、戦国最後の英雄が、静かにその生涯を閉じた瞬間でした。信繁の死は、豊臣軍の最後の希望を打ち砕きました。彼の奮戦に勇気づけられていた他の部隊もその死を知ると次々と崩壊。毛利勝長らが最後まで奮戦しますが、もはや体制を覆すことはできませんでした。その日の夕刻、徳川軍は炎上する大阪城に総攻撃をかけます。そして翌5月8日、豊臣秀頼と母、淀殿は城内の山里車で自害。ここに、かつて天下を統一した名門、豊臣家は完全に滅亡しました。大阪夏の陣の終結は、元那演武、すなわち、戦乱の時代の終わりを告げるものでした。ここから日本は、260年以上にわたる太平の世、江戸時代へと入っていきます。真田信繁は、戦いには、敗れました。しかし、彼はなぜ、後世の我々をこれほどまでに引きつけるのでしょうか。それは、彼が、自らの義を貫き通したからかもしれません。豊臣家の恩義、武士としての誇り。勝ち目のない戦いと知りながら、彼は、自らの信念のために命を燃やし尽くしました。その潔い生き様、そして圧倒的な強者である、徳川家康を、あと一歩のところまで追い詰めたその武勇が、真田幸村という英雄像を作り上げ、講談や小説、そして現代のゲームやアニメに至るまで、語り継がれてきたのです。散り際こそ、見事なれ。彼の生き様は、私たちに教えてくれます。結果だけが全てではない。どう生き、どう戦い、そしてどう終わるのか。その過程にこそ、人の価値は宿るのだと。今回の話はここまでです。この動画が良いと思っていただけたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次の旅でお会いしましょう。